皆さんこんにちは。Welcome back to Say Japanese Podcast. This is episode 18. 今回のエピソードでは、私がスペインに住み始めた時に、日本人として感じたカルチャーショックについてお話しします。もう何度かお話ししたので知っている方も多いと思うんですけれども、私が初めて海外に住んだのは19歳でドイツに留学した時でした。もちろんその時は、海外に住むもしくはヨーロッパに住むことすら初めてだったし、いろんな国の人と関わるっていうのも、初めてだったので、そもそも毎日が新しい発見とか、知らないことがたくさんありましたが、でもドイツという国に住むこと自体、ドイツ人と関わるということ自体にはあまり苦労しませんでした。というのも、もちろん人によって感覚は全然違うと思うんですけれども、私にとってはドイツ人と日本人って結構性格が似ているところがあると思うんですね。例えばすごく真面目で勤勉なところとか、日常生活で言うととても小さいことですが、例えばカフェに入ったら並んで注文を待つとか、ルールを守る、道路上でのルールを守るとか、時間通りに着くとか、とても小さいことですが、こういう違いが積み重なることで、日々大きなストレスになるということをスペインに行ってから私は学びました。ちなみにドイツ人と日本人似ている部分もあるけれども、全然違うなと思うのは、例えば、ドイツ人は結構物事をストレートに言う。嫌なことは嫌って言うし、行きたくない時は行きたくないっていう。で、逆に、日本人は結構建前をすごく使う。本当はそう思ってないのに親切になりたいからとか、意地悪になりたくないからというだけで思ってないことを言うっていうことが多い気がします。ドイツではそもそもドイツ人と友達になるのは結構難しかったので、そんなにドイツ人のことをよく知っているわけではないですが、本題に戻りますと、スペインでは反対にかなり多くのことにカルチャーショックを、受けました。今でも、2年半住んでいる今でもそんなに慣れていないです。スペイン人のステレオタイプな性格に明るい、おおらか、気楽といったようなものがありますが、スペイン人のよくある性格と日本人のよくある性格は結構対極にあるのかなと日々スペイン人を見て観察していて思います。そもそも私はスペインの生活が本当に気に入っていて、スペインに住もうと考えたのもドイツにいた時にスペイン人の友達がたくさんできて、すごく素敵な人たちだな、明るくて楽しいなと思ったので、スペイン人の性格を見てスペインに住むことにしましたし、でスペインに旅行行った時にも道で人が踊っている音楽を、演奏している、本を読んでる、ゆっくりしているっていうような生活スタイルがすごく気に入って、スペインに住むことにして、で今2年半住み続けていてもやっぱり天気とか人の性格とかライフスタイルとかで先進国でスペインよりいい国はないんじゃないかって、思っているくらい本当にスペインが大好きですが、やっぱりスペインでの生活は、サプライズとトラブル続きというのも、真実です。というのもスペインでは、全体的に時間を守らない、ルールを守らない、ルールがあっても誰も知らない、言っていることとやっていることが違うみたいなことがとても多いです。おおらかな性格なのはとてもいいですが、時々おおらかすぎるのではないかと思ってしまうことも多いです。実はスペインに行く前から、サプライズトラブル続きでした。まずは日本にあるスペイン間の対応の遅さ、そしてルールがどんどん変わること、仕事がとても適当でした。これはあの時はまだ知らなかったスペインでのさまざまな手続きをする際の悪夢のようなカオスの前兆に過ぎなかったのですが、スペインで住民登録をするとかビザ申請をするっていうのは本当に大変です。なぜなら申請のためのルールとか条件とか判断が、
一律ではなくて、オフィスによるどころかオフィスの中のこう座ってる担当の人によって、手続きの条件が異なることがとても多いです。同じ場所で同じ条件で同じ手続きを行っても担当者が緩ければ許可が出るし、その担当者が運悪くとても厳しかったら許可が出ないやり直しになるということも、私含め友達の中でも何度もありました。政府が発行しているウェブサイトにここに行けと書いてあったので、そこに行ったらいや向こうのオフィスに行けと言われ、そっちに行ったらいやこっちに行ってと言って、一つのことをやるのに5箇所ぐらい違うオフィスを走り回るということももう慣れました。そして、もう一つスペインに到着する前から、トラブル続きでした。スペインに到着して最初はエアビーに泊まる予定だったんですけれども、エアビーのオーナーが宿泊前日になっても全く返事をくれなくて、チェックインの仕方とか全然わからなかったんですね。なので仕方なくエアビーのカスタマーサポートに電話して、そのオーナーの電話番号をもらって電話をかけてみたら、すごいおじいさんっぽい声の人が何のことエアビーなんじゃそりゃみたいな感じで、その時まだ全然慣れていなかったスペイン語で電話をかけるというだけでもすごい心臓バクバクだったのに、そんな反応をされて私は震え上がりました。で、頑張って説明すると、だったらこの人に電話してみたいな風に、他の人の電話番号を渡されて、そっちにじゃあ電話をかけてみると、今度はおばさんが出て明日予約しているということを伝えると、予約してんの何時名前はみたいな、予約管理を全然していない風だったんですね。もし日本だったら予約して、数時間以内にはオーナーからチェックインの仕方、ビルの中の他の人に迷惑をかけないでくださいとか、ゴミはこうしてください、写真撮って送ってくださいみたいな、ものすごく細かい指定がわーってくるのに慣れているので、とてもびっくりでした。で、やっとのことでチェックインの方法が決まって、おばさんが鍵を持ってきてくれることになったんですが、またトラブルが発生します。私はスペインの空港に朝11時くらいに到着する予定だったので、昼の12時くらいに鍵を持ってきてもらう約束をしてたんですね。で、空港に着いて、一応確認のために、1時間後に着くよみたいな感じで電話すると、夜の12時じゃないのって言われました。私はその前に電話した時にもう3回ぐらい昼の12時だからねって念を押して確認したつもりだったんですが、もしかしたら私のスペイン語が悪かったのか、向こうが間違えて覚えていたのか分かりませんが、向こうは夜の12時だと思っていたらしいです。ただ、ここがスペインのいいところなんですけれども、いつも超忙しくて2週間前くらいから予定を立てないと絶対会えない日本人と比べて、スペイン人はずっと腰が軽いです。毎日のライフスタイルもずっとゆっくりしているので、私が違う昼の12時だよって焦って言ったら、おばさんはとてもリラックスした感じで、オッケーオッケー、じゃあ、今から1時間後に行くから落ち着いてみたいな、感じで、本当に昼の12時に鍵を持ってきてくれて、無事エアビーにチェックインできました。このスペイン人の超大雑把で適当なところと、ものすごく明るくておおらかな性格を、スペインに住み始めて2年半が経つ今でも私は飴とムチのように感じることがあります。こういうふうに予約したのに全然連絡が取れないとか、市が運営しているような大きなイベントですら平気で1時間開始が遅れたりとか、言っていることとやってることが全然違うということがこの後も数えきれないほどあって、超時間通りでルールを守る、お客様のケアを念入りにするといった日本から来た私にとっては、まず最初は毎回毎回ショックを受けていましたし、もうスペイン人大嫌いっていう風にものすごくイライラすることもありましたが、毎回共通していることは
こういうことがあってもその当のスペイン人は全然申し訳なさそうじゃない。ごめんねみたいな感じで少し謝って、その後は笑顔で自分の犬の話をし始めたりするので、私もイライラしてたんですけれども、なんかその人が笑顔でペラペラ話しているのを見て、なんかまあいいやみたいな感じで許してしまうですね。そういうのを何回か見るうちに、もしかしたら勝手に急いで生きて勝手にストレスを感じているのは私だけ、むしろ私もスペイン人みたいに小さいことを気にせずに、生きればもっと楽になるのかなと考え始めて、私はあまり日本人っぽい性格じゃないねって言われることもありますが、根はものすごく日本人です。やっぱり時間通りにみんな集合して、私15分遅れるから待ってて、私もっと30分遅れるから先行っててみたいな会話をしないで済むのがやっぱり一番楽だなと感じますし、逆にカフェで注文を待っている時に後から入ってきた人が私の前に立ったりすると、ちゃんと並んでんのかな、それとも列を作らないのかなっていう風にストレスを感じます。なので今のところはスペイン人の時間にルーズとかルールにルーズな性格をあまり好きになれてはいませんが、もし5年以上住んだりしたら変わるかもしれません。皆さんは日本やスペインに限らず海外移住してそこのライフスタイルに合わせるうちに自分の性格とか価値観が変わっていったということはありますか？もしあったらぜひコメント欄で共有してください。それでは、最後まで聞いてくれてありがとうございました。また次回のエピソードでお会いしましょう。